新年明けましておめでとうございます。2021年1本目の動画ですね。やっぱり新年一発目の動画っていうのはね、すごく大事です。去年は何あげたっけな、タイかなんかあげたのかな、ちょっと忘れちゃいましたけど、今年はね、これを買いました。じゃん、巨大な、重いクロマグロ17キロですね。で、事務所の社長から400万人記念ということでね、こんな包丁をいただいたんですよ。これですよ。マグロ包丁ですよ。めちゃめちゃ長いでしょ。もうね、刀ぐらいの大きさがあります。僕この包丁使ったことないんで、今日はこのマグロ包丁を使って天然のクロマグロをさばいていきたいと思います。で、ちょっと初めて使う包丁なので、もし何かあって手が切れたら嫌なので、今日はね、こういうゴム手袋をします。それではこちらをさばいていく。よし、じゃあまずはこの頭を落としていきましょう。ここの鎌の脇から包丁を入れて、うわ、すげえやりやすい。うわ、血がすごい出てきた。やっぱこんだけ包丁が長いと一発でいけますね。はい、こっち側入りましたら、次はこっちですね。マグロこれ脂はあるんですけど、ちょっと血抜きが甘い感じはあるな。よいしょ。ちなみにこれはね、佐賀県産の天然物の本マグロですね。お値段1尾48,000円。はい、そしたら内臓を取り出していきます。とてもおろしやすいっちゃおろしやすいんだけど、なんか持て余しすぎてる気がする。このサイズの包丁は100キロぐらいのマグロをさばくのに最適なのかもしれない。この20キロクラスではね、ちょっと大きすぎるのかもしれません。はい、これマグロの内臓ですね。これがマグロの肝臓ですね。肝臓で、これがマグロの胃袋。胃袋なんか入ってるな。何が入ってるかな。これマグロはね、イカとかが大好物なんですよね。あ、ほら、イカが入ってた。スルメイカですね。でっかいスルメイカ入ってました。しかもまだ結構新しいぞ。で、これがマグロの胃袋の内側ですね。こうやってね、ヒレヒレになってるんですよね。で、これをきれいにぬめりを取って、で、ボイルして、酢味噌とか、あとポン酢で食べると美味しいんですよ。とても珍味でうまいです。さて、そしたらいよいよ身を下ろしていきましょう。まずこの真ん中のラインに1本入れます。おー、すげえ。見たことある、こんなん。はい、1本入れました。1本入ったら、この右の方から行くのかな。まず背骨の上通して、で、身の方から攻めていくと。使い慣れてなさすぎて難しいぞ。ヒラメの5枚おろしみたいな感じですね。あ、でもね、いい感じ、いい感じ。はい、こんな感じ。背中が落とせました。さあ、そしたら次はここですね。こうでいいのかな。こう入れて、で、お腹の方から入れて、はい、こんな感じ。あ、お腹の方はね、簡単でした。綺麗に下ろせましたね。やっぱ刃渡りが大きいと、こう、1回の動作で、うまくいくとズバッといけますね。綺麗にいけます。今日はこのマグロ、新鮮なので、お刺身でいきたいんですよね。で、骨を器にして、中落ち、大トロ、中トロ、赤身。これを3種類味わえるマグロのお刺身を作っていきたいんですよ。こっちもさっきと一緒ですね。真ん中1本入れて、で、お腹の方からいきましょうか、次は。まずここで腹骨を1本断ち切って、で、次は尻尾の方、ここですね。ここ身がついてますんで、ここを落としていくと。難しい。
多分これ包丁の使い方が間違ってると思う。初めて使う包丁だからビビってる。で、想像以上にね、これ重いんですよ。でも重さがね、3キロぐらいあるんですよね。なんでこう、片手で持ってるだけでもうすごく辛い。はい、もう可愛い形になってきましたね。あとはこの背中1本だけ。最後はちょっとこの普通の包丁でいってみましょう。じゃあこっちでいきます。やっぱこのぐらいのマグロだとね、包丁の大きさはこんなもんがおろしやすいかもしれんな。で、マグロの背中の皮ってここら辺がすごく硬いんですよね。なのでこういう風に切るんじゃなくて、この尻尾の皮の柔らかいところからこうガイドラインを入れていくんですよね。こういう感じで、ガイドライン入ったらここから包丁を入れていくと、カツオとかと一緒ですね、さばき方は。で、僕は反対側向けてこうやって下ろしちゃいます。で、骨を持ち上げつつさっと、はい、こんな感じ。そしたら今日はこの船にもうお正月なんでね、もう豪華にいきますよ。ドーンとここに置きます。ドカンとね、骨をドンで、ここに大葉を乗せると、ボンボンボンと。で、ここにマグロの身を大トロ、中トロ、赤身で置いていきましょう。今日はお腹一本で大丈夫ですね。で、マグロの赤身はあんま水で洗わない方がいいですね。ブヨブヨになって水焼けしてしまいますので、できるだけこうやって綺麗な布巾でこう拭いてあげる。で、表面の血を取り除きます。そしたらお刺身で食べる場合は、まずお腹のこの腹骨ですね。腹骨をすきます。スッとね。この大トロのところですね。この大トロ。このお腹のところは大トロです。ここを落とします。で、この腹骨もね、こう塩焼きとかにするとめちゃめちゃうまいんですよね。このマグロの腹骨はね、特にうまい。で、ここですね。この血合いですね。この血合いはマグロ取りましょう。こう U の字型に入ってますんで、包丁でこういう風に取っていく感じですね。すくい取る感じ。はい、こんな感じですね。で、このマグロの血合いもね、栄養価が高くて、新鮮だと生臭くなくてうまいんですよ。なんでこのぐらいの大きさに切って、フライとか唐揚げとか竜田揚げとかにすると、とても美味しいです。で、こういうところにまだね、血が残ってますんで、こういうところは、こうやって、削っていきます。そしたらこのマグロは魚体が小さいので、このまま皮を引いていきましょう。で、皮引きにちょっと自信ない方は、一度ここで大トロだけ落として、別々で皮引くと成功しやすいかもしれません。いきます。じゃあ尻尾の方からこう入れてって、でね、尻尾の方は皮が薄いので、気をつけてください。で、頭の方に行くにつれて、マグロは皮が硬くなっていきます。で、あんまりキワキワ攻めすぎると、このね、筋とか、この血合いですね。こういう筋とか血管が身の方につきますんで、気持ち浮かせて皮引いてってください。ちょっともったいないかなと思うんですけどね、気持ち浮かせつつ、こんな感じ。せーの、はい。これで OK です。で、このぐらい残っちゃったら、こうスプーンでね、こうやって、こそげ取ります。そうするとね、こう、ほら、結構取れますんでね。ちょっと今回は、ビビりすぎましたね。かなり残りました。皮肌の肉っていうのはもう本当にすごい脂がありますんで、これご飯に乗っけて、もう醤油かけるだけでもうめちゃめちゃうまいですからね。もう天然のネギトロです、これ。でもここら辺に置いておきましょうか。はい、そしたら次は大トロ、中トロ、赤身に分けていきます。で、大トロはお腹の方にしかありません。背中の方にはないので、大トロ食べたい方は、このお腹の方を買ってきてください。で、大トロはここですね。ここ。お腹の、この先っぽですね。ここが大トロ。で、中トロっていうのが、その大トロのちょい上。ここら辺ですね。ここら辺が中トロ。なので一回ここ落として、この断面で見るとすごくよくわかりますよね。この皮肌がうっすら白いのわかりますか？ここが中トロの脂の層ですね。で、奥に行くにつれてこっち黒くなっていく赤身ですね。なので、こう落とします。こうですね。そうすると、ちょっとね、天然物なので脂が薄いんで分かりにくいですけど、これ、中トロですね。このグラデーションになってますよね。赤から白。これ中トロ。
これも中トロですね。で、赤身の一番美味しいところがこのてっぺんのところですね。ここが赤身で一番うまいです。もうスイカでいうてっぺんのところ。ここがね、筋がなくてとても美味しい赤身です。で、ここは尻尾の方の中トロですね。赤身、中トロ、大トロですね。よし、そしたら切っていきましょう。まずは赤身から切っていきましょうね。で、赤身これ三角じゃないですか。で、三角だとちょっと見栄えが悪いので、このね、三角の頭のてっぺんを落とします。で、落として、こういう風に綺麗な削状にします。で、この削状にして、こうやって切っていきます。こんな感じですね。で、次はこれ。中トロですね。中トロは形が綺麗なので、このまま切っていきます。3貫ずついきましょうか。で、最後、大トロですね。大トロも豪快に大きく。1切れ、2切れ、2切れ。で、ドカンと。今日は1人で食べるので、このぐらいでいいでしょう。はい、これで、天然本マグロの豪華刺し盛りお正月バージョンの完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらですよ。もうこれこそが贅沢。まずはやっぱりこの中落ちからいただきたいですよね。この中落ちは筋がない赤身で、とてもうまいんですよ。で、こうやってスプーンでね、すくいながら食べるんで、また楽しいんですよね。たっぷり取れますね。おろし方が下手だったからね。はい、こちら。これです。で、お醤油を入れて、わさびもちょん。醤油につけて、わさびもちょっとつけて、いただきます。みずみずしいな。ランクが全然違う。やっぱね、空気にそんなに触れてないおろしたてのマグロっていうのはね、ほんと臭みがなくて、ふわふわでうまいんですよね。なんか綿みたいなんですよね。どえらいうまい。愛知の言葉で言うと。で、さっぱりしたとこを食べたら、次はこれ。大トロ行きましょうか。大トロは濃い醤油によく合います。わさびもたっぷりつけていただきます。油がうめえな。多分ね、このマグロは美味しいスルメイカを爆食いして育ってるんでね、油もうめえんだ。すっきりしてる。で、養殖の本マグロのこってこての大トロもまたうまいんだけど、この天然の小型の本マグロの大トロ、ほんと食べやすくて、油が甘くて、すっきりしててうまい。で、次、中トロですね。中トロがね、またね、うまいのよ。もうほぼ赤身ですね。もうこのぐらいの脂の中トロは。で、次はこれ、皮肌のトロですね。また大トロとはね、違った口どけがあるんですよ。とろけるね。はい、ということで、今日はこちらの天然本マグロのお作りときましたら、お飲み物、こちらでいっていきたいと思います。せーの、じゃん！青色のやつ。お正月ですから。これね、うますぎて、なんか一気に飲むのもったいないなと思って、毎日ちょびちょび飲んでます。これ冷やで飲むのがね、一番うまい。じゃあこちら、いただきます。うまい！これだったらどんだけでも飲める。それじゃっくり、食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は今年一発目、17キロのマグロを刀みたいな包丁でさばいてみましたけども、包丁ね、使うの難しいですね。上手に使えれば、本当に一発でスパッと綺麗に一立ちでおろせると思うんですけど、まだ僕にはその技量がないようで、あんまり納得のいく仕上がりにはできませんでしたね。もうちょっと大きいマグロでリベンジしたいですね。ここでちょっとお知らせがあります。僕なんと、さばいていくという本を作りました。僕の動画をもっとわかりやすく一冊にギュッとまとめた感じ。結構動画だと、ちょっとそこ早いとか、もうちょっとそこ詳しく見たいなっていう部分あるじゃないですか。そういうのをもう本にしました。じっくりお魚をさばきたいっていう方は、ぜひチェックしてみてください。そして、本の帯、超大物が飾ります。それはね、ぜひお手元でご確認していただければなと思います。詳細は概要欄にリンク貼ってありますので、そちらでチェックしてみてください。というわけで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。